ベンサムさんは18世紀から19世紀のイギリスの哲学者です。人間が快楽と苦痛に支配されていることを前提に、功利主義の哲学を創始しました。そして、最大多数の最大幸福を道徳や立法の原理と考えました。こんにちは。私はベンサムと言います。私はシンプルに人間は快楽と苦痛という二人の王様に支配されているというところから始めたいと思います。もうこれはどうしようもないのです。このことを認めるなら快楽を増やし苦痛を減らす行動が良いこと、快楽を減らし苦痛を増やす行動が悪いことになります。快楽の状態で苦痛のない状態を幸福と呼ぶなら、幸福を増やす行動が良いこと、幸福を減らす行動が悪いこととも言えます。ところで、例えばカントさんのようにしたいことをしないでしなくてはいけないことができることに人間の自由を求めることがあります。なんだか快楽や苦痛から自由であるかのように思えます。でも私に言わせればそれはしなくてはいけないことをしなかった場合の良心の呵責を避けるためです。つまり苦痛を避けていることに変わりはないのです。人間は一人の時はほっといても快楽を求め苦痛を避けます。ところが人間は一人で生きているわけではありません。他の人たちと一緒に生活をしています。そのために自分の快楽が他の人の苦痛になることがありますね。私が気持ちよく歌っていても周りの人に苦痛を与えているかもしれません。そこで良い行動というのはできるだけ多くの快楽をできるだけ多くの人々に与えることになります。これが最大多数の最大幸福です。良い、悪い、つまり道徳や法律を作る時の基準となります。そのためには一人一人の快楽の量を計算して合計を出す快楽計算というものも考えてみました。今私が話していることが皆さん一人一人に共感を呼んでいるならプラス、反感を呼んだりうざいなと思われたらマイナスとなります。そしてそれを合計してプラスの数が大きければ私の行動はそれだけ良いことになるのです。それでは数値を発表してください。あれ、そんな。昔々エピクロスという哲学者がいました。エピクロスは快楽主義を取りながら快楽に精神的と肉体的の区別を認めました。でも私は快楽に精神的とか肉体的とかの違いを認めません。私の方が快楽主義として徹底しているのです。私は私の体を保存しておくように遺言しました。現在でもロンドンの大学に展示されています。いつでも会いに来てくださいね。ジョン・スチュアート・ミルさんは19世紀イギリスの功利主義の哲学者です。ベンサムさんの量的功利主義を批判し、質的功利主義を唱えました。ミルさんの快楽に質的違いを認める立場は、功利主義の発展なのか、功利主義からの逸脱なのか、意見が分かれます。私はミルと言います。私の父はベンサムさんの友人で、やはり学者で功利主義者でもありました。私は学校には行かず、ベンサムさんのアドバイスを受けた父から英才教育を受けました。私は一生懸命勉強して父の期待に応えました。でもそれは知識の詰め込みばかりでした。私にとって恐怖ばかりの少年時代でした。その結果、21歳の時に精神の危機を経験したのです。うつ状態となり、何もする気がなくなってしまいました。私は当時流行していたロマン主義に触れるようになりました。しばらくして1歳年下の女性ハリエット・テイラーと知り合ったのです。彼女は社会運動家で哲学者でもあり、この頃の私の作品の半分は彼女が書いたのも同然です。しかし彼女は亡くなり、私たちの結婚生活は7年しか続きませんでした。さて、私は功利主義者として
ベンサムさんと同じように人間は快楽と苦痛に支配されていると考えています。しかしベンサムさんが快楽に精神的なものと肉体的なものの区別を認めなかったことには納得できません。だってそうじゃありませんか。精神的快楽と肉体的快楽に違いがないなんてありえません。お腹いっぱいおいしいものを食べることは快楽です。素晴らしい芸術作品を鑑賞することも快楽に違いありません。この2つは同じ快楽でしょうか。私にはどうしてもそうは思えません。満足した豚であるよりも不満足な人間であることの方がいいのです。そして満足した愚か者であるよりも不満足なソクラテスである方がいいのです。ちょっと長かったかな。そこで太った豚であるよりも痩せたソクラテスであれという人がいるようですね。ただしソクラテスは痩せてはいませんでしたが